新作ネックレス。かわいい。新作ピアスも。皆さんこんにちは。今日は半年ぶりの2026年上半期使い切りコスメです。今回も半年でたくさん使いました。ブランドごとに紹介しようかなと思います。好きなブランドは何度もリピートしていておなじみかなとは思うんですけども、何度も紹介しているものはさっと紹介していきながらブランドごとにご紹介していきます。今回使い切りコスメ最後になるかもしれないです。12年間続けてきたんですが、もっと他のスキンケア紹介の方がいいのかなとか思ったり、でもリアルに使い切った量とかがわかるので、どうですかね、今回が最後になるかもしれないです。それでは早速ブランド別に紹介していきます。すごいたくさん使っていた大好きなドモホロンリンクル、半年でこんなに使い切りました。半年といっても使いかけのものとかもある状態でにはなるんですけども、2026年年が明けてからちょうどなくなったものになります。保湿液、そして大好きな美活肌エキス、その後に塗るのがこの大好きなクリーム20、そして蓋する保護乳液です。でこちらは洗顔ですね。洗顔も突っ張らないですし、泡立ち泡切れが良くてめちゃくちゃ気に入ってます。こんなぺったんこになるまで使いました。優しいですね。保湿液も以前より使いやすくなって本当に刺激がないですし、潤いを感じられます。はい、大好きな美活肌エキスリニューアルしたんですけども、もう嗅ぎたくなる香り、漢方っぽい香りで、ドモホロンリンクルの好きな点はこのワンラインで私が大事にしているシミそばかすを防ぐ、メラニンの生成を防ぐっていう美白ケアと、もう40代になりますので肌の弾力、エイジングケアっていうのが同時にできるっていうところがすごい気に入っている点なんですけども、さらに今回リニューアルしたことで、もともと入ってたナイアシンアミドなどに加え抗炎症成分も入って肌荒れ予防もしてくれるんです。すごい、もう美白、エイジング、肌荒れ予防全部叶えてくれるんです。そして無香料でめちゃくちゃ肌に優しくて、敏感肌用とか歌ってないんですが、肌がすごく敏感な時にも使えます。私は敏感肌さんもこれ全然使えるんじゃないかと思ってます。このネイルの色と美活肌エキスの色があって可愛い。さらにね、大好きな何本もリピートしているクリーム20の後押ししてくれるので、もうクリーム20使ってる方はこれを使わなきゃもったいない。次につけるクリーム20の後押しをしてくれます。そしてこのクリーム20は保湿成分ではなくて、もう全部栄養成分。ドモホロンリンクルの中で一番高いものにはなるんですけども、全部栄養でコラーゲンがたっぷり。コラーゲンのパイオニアであるドモホロンリンクルさんのハモコラーゲンがたっぷり。もう美容成分のみって感じなので、このクリームを塗った後に乳液で蓋するっていう感じですね。次にもうおなじみ高見スキンピールです。これももう何本リピートしたことでしょうか。水みたいなテクスチャーでサラサラで肌にシュンって入っていく感じがするんですが、3分待ちます。この3分が大切で、もったいないからよりね有効的に効かせたいので、お風呂上がったら一番にこれつけて、その間に服着たりとか子供見に行ったりとかするんですけども、その3分も有効活用しています。一番に使うので、なんかこう肌が柔らかくなる感じっていうのかな、クリームとか乳液で柔らかくする感じじゃなくって、シャバシャバなのにお肌が柔らかくなる、この後のスキンケアも入りやすくなるような感じがすごい好きだし、やっぱり肌が安定するのでリピートしてしまいます。大好きなスキンケアですね。高見さん他にもいろんな美容液がありまして、こちらは高見エッセンス 5C プラス E です。5C というのが5つのビタミンが配合されていて、毛穴とかくすみにいい美容液になってます。ベタつかないサラサラテクスチャーのところが良かったです。結構ビタミン C 系ってドロッとっていうか、なんか油膜感じゃないんだけど、なんかちょっと変わったテクスチャーのところも多いと思うんですよ。使い心地嫌だなっていうブランドさんも正直ビタミン C 系あるんじゃないかなって思うんですよね。刺激が強すぎるとか、油膜じゃないんだけど油膜感っていうか、なんか分厚くなった気がするっていうか、なんか分かりますかね。ちょっとビタミン C 系は本当使いにくいもの、使いやすいものあると思うんですけど、すごく使いやすかったです。そしてこちらもリピート率が怖いアスタリフトです。これだけね、一応アスタリフトということでちょっとシリーズが違うんですけど、これは春とか敏感肌の時に使ってます。めちゃめちゃ潤うし刺激がないです。そして大好きなホワイトニングのセラムと、あと今も使ってますホワイトジェリーアクアリスタ。これはもう代名詞ですよね。あと
これ初めて使い切りました。ナイトエッセンスです。こちら何本も使い切っていてね、こちらもねよく紹介しているのでちょっと割愛しますけども、ホワイトジェリーアクアリスタが15周年を迎えたということで、ジェリー状の美白先行美容液で、これも一番にこの匂い好きだわ、アスタリフトって感じ。お風呂上がり一番に肌に塗布します。アスタリフトは富士フイルムなので紫外線研究がすごくて、化粧下地系紫外線カット系が大好きなんですが、ナノ化する技術もすごいし、いつも感心させられています。こちらはジェリーにするつもりは初めなかったらしいんですけど、美容成分たっぷり詰め込むとジェリーになったっていう感じの美容液になります。ジェリーの赤い色はアスタキサンチンの色なんですけども、アスタキサンチンがナノ化されてたくさん入っています。これからも大注目な大好きなブランドです。このリンクルリペアは昼用と朝用があって、朝用はスティックタイプで塗り直しとかもすごくしやすいタイプなんですけど、こちらはこっくり夜用です。目元に張りが出るタイプのリンクルリペアなんですけども、レチノール系が苦手な方におすすめです。敏感肌でもすごく使いやすいかなと思います。こちらもね、ナノアスタキサンチンが入っていて、ピンク色、オレンジ色、サーモンカラーです。ベタベタせず目元がピンと張るような感じがありました。こちらリニューアルしました。10代から愛用しているエリクシールの化粧水乳液です。去年リニューアルして2025年10月21日にリールにしています。 YouTube やる前から、ブログ時代からブログでもご紹介してたんですけども、コスパナンバーワンエイジングケアだと思います。独自成分のコラジェネシスを配合していて、10代の時から使っていますが、40代の今でも保湿感を感じられてめちゃくちゃ大好きな化粧水と乳液です。美容液とか間に挟まずに、化粧水と乳液だけでこんなに潤うんだっていうのが実感できると思います。日本だとね、簡単に手に入るのもありがたいです。そしてドクターシーラボも何回もリピートしています。去年のね7月ぐらいに14日間チャレンジということで、14日間で肌が変わるドクターシーラボのリールをアップしているんですけども、とにかくビタミン C といえばドクターシーラボ。ちょっと行方不明中ですが VC100 の化粧水が一番有名ですよね。だけど私はこの乳液、ちょっともう見た目汚くなっちゃいましたけど、乳液も大好き。こちらにもビタミン C が入ってるし、肌にね優しいので、ビタミン C 化粧水ちょっとヒリヒリするんだよな、合わないんだよなっていう方はこの乳液取り入れてみてほしいです。すごく低刺激で使い心地大好きでした。あと今回使い切ってるのはこちらのシーラボ V ホットクレンジングなんですけども、これまた気持ちいいんですよ。ホットクレンジングというだけあって暖かくなるんですけども、画像貼りますが、こんな感じのねオレンジのジェルが顔の上で溶ける感じがめちゃくちゃ気持ちよくて大好きです。リピート品ですね。おっと、こんなに使い切ったのに忘れてた。いつものアクセーヌです。特にね、私はアクセーヌはイプノスシリーズが大好きで、イプノスばっかり使ってますね。この5つが全てイプノスです。イプノスは以前、見てください、やばくないですかこのニキビ。これリールなんですけども、今でこそあまりなくなった顎ニキビなんですが、ひどい時やばかったです。なのでもう本当に顎ニキビに悩んでいて、そこで出会ったアクセーヌイプノス、大人ニキビを繰り返さないっていうスキンケアになります。ノンコメドジェニックテスト済みなので安心して使えるのですごく大好き。ただ言わしてもらうと、これの化粧水だけは好きじゃないんですよ。化粧水のリピ率が断然少ないと思うんですけど、化粧水だけは好きじゃない。本当に多分毛穴が詰まらないように作られてるんだろうなって思うんですけど、化粧水キュッキュするんですよ。ちょっと化粧水はね苦手なんですけども、このねパウダー洗顔多分 2,3 本目なかなかなくならないのでリピート率が低いんですけども、それでもすごい使ってるパウダー状の洗顔です。めっちゃ量多いんですけども、穴が小さいのでお風呂場に置いちゃうと詰まっちゃうので、朝用洗顔に使ってます。一番リピートしてるのがこちらですね。アクセーヌイプノスシーバムクリアリペアセラム薬用美白保湿液医薬部外品です。これが私はずっと10代からシミそばかすを防ぐ、メラニンの生成を防ぐっていうケアを重視していて、美白ケアっていう感じ
美白って色が白くなるって意味じゃなくて、そういうメラニンの生成を防ぐようなケアを10代から意識していて、でこれはそのホワイトニング、美白のケアなんですけども、毛穴を詰まらせない大人ニキビ肌用に作ってるっていうところ。美白美容液大好きなのいっぱいあるんですけども、プラスアルファこれは大人ニキビを作らないっていうところにも特化して作ってるので、めちゃくちゃありがたくて、これマジでリピート率やばいです。そしてこちらはアクセイヌイプノスシーバムクリア UV プロテクション。こちら使い切ったんですけども、冬場しか使ってなくて、っていうのも SPF38PA2 プラスなんですよ。ちょっと弱いかなと思って、お肌に優しいアクセイヌさんなんで、お肌に優しいとか毛穴を詰まらせないとかいろんなものに特化した時にこれがベストだったのかなと思うんですけど、ちょっと SPF 値が弱いからめちゃくちゃリピートしてるわけではないんですけども、こちらもほんとファンデーションの代わりにこんな感じで、これだけで色がついていてカバー力があるので、化粧下地兼ファンデーションみたいな感じで使ってました。これのリピート率もやばいんですけど、全部日焼け止め化粧下地です。これがね、今年結構新作のアクセイヌデイトリートメントプロテクションってやつなんですけど、なんとノンケミで紫外線吸収剤不使用なんですよ。で保湿成分も入ってる。これすごい気に入ってた。伸びも良くてめっちゃ気に入ってたんですけど、 SPF 値が 28PA2 プラスと弱いので冬用に使ってた感じです。でも本当にお肌弱いって方おすすめ。あと一番リピートしてるのはこれですね。スーパーサンシールドブライトベール02番クリームベージュと01番ピンクベージュです。今年リニューアルしまして、はい、もう使ってるんですけども、こういうチューブタイプになりました。もうちょっと怖いですよ。チューブタイプ横見てもらったら分かると思うんですけど、薄いでしょ。もうこんなに使ってる。これね、なんか持ち運びやすくなったんですよ。両方 22g でグラム数は変わらない、持ち運びやすくなったので、私は旅行に絶対このボトルを持って行ってたのでめっちゃありがたい。そして SPF50 プラス PA4 プラスと日本最大の SPF 値です。はい、N オーガニックもリピート率めちゃくちゃ高いです。今回使い切ったのはモイストミルクミストスージングクレンジングジェルです。こっちが初めて使った。でこっちがリピート品。こちら今も使ってます。これも香りが大好きで、こんな感じ。スプレータイプのモイストミルクなんですけど、化粧水っていうよりモイストミルクっていうだけあってめちゃくちゃ保湿力高いんです。日中メイクしてる時って顔乾燥したなと思ってスプレー系ミストすると逆に乾燥する時ありません？これはそれがないんですよ。ミルクっていうだけあって、パッケージもすごい保湿されちゃって、わかりますかね、なんか指紋がテカテカ、水っていうよりクリームっぽい感じにテカるんですけど、保湿力っていうところと、あと香りが大好き。もう本当Nオーガニックの香りが大好きで、私の癒し。これのね、乳液も大好きで、私乳液も今も使ってるんですけど、今回使い切ったのはミストと、あとクレンジング。これもねめっちゃ気持ちいいジェルなんですけど、すごいすっきり落ちて使用感が気持ちいい。そして見てください、このかっこいいフォルム。初めて使ったんですけどめっちゃ良かった。ポーラ BA です。ポーラ最高峰のエイジングケアブランド BA なんですけども、スタイリッシュ。去年リニューアル新製品として発表されたのかな。使いやすいポンプ式になってまして、少しねとろみがあるテクスチャーですごく満足する保湿感が得られます。乳液は逆にこっくりしすぎてない、すごく私が大好きな使いやすい使い心地。そしてこのウッディ系の香りも大好きです。高級感ある。これだけで十分な保湿力なので、クリームもあるんですが、私はクリーム使ってなかったです。でクリームもねかなりしっかり保湿してくれる感じなので、冬に開けたいかなと思ってます。そしてこちら1985年に誕生ということで、私と同い年です。去年40歳で今年41歳の同い年のスキンケアブランドで縁を感じています。あとはおなじみのスックです。今回使い切ったのはジェントルホイップウォッシュと大好きなベアルムザクリームです。あ、もったいない、ちょっと残ってる。多分爪があるから取れなかったのかな。このベアルムシリーズはスックの最上級のクリームでめちゃくちゃ濃厚で肌に張りが出ます。ちびちび使っててやっと使い切ったって感じなんですけど、これのアイクリームも大好きで前ベスコスインしていました。そして洗顔もね保湿力がすごい高くて、お風呂上がり乾燥しちゃうっていう方におすすめです。
あとはこれまた大好きなイプサです。イプサの商品もね何度もリピートしていて、ノンコメドジェニックテスト済みのものが多く、すごい肌が潤う感じがするので大好きなブランドなんですけど、こちらが新しい最近のねモーニングルーティンとかいろんなものでご紹介していたと思うんですけども、イプサのミーセンシティブ N2 ってやつです。ちょっとこう油膜感がある感じがする、低刺激で保湿力が高いって感じ。使い心地で言うとザ・タイムアクアの方が私は好きかもしれない。シャバシャバ系、ちょっとクリーミーです。限定パッケージで大事に使いすぎてまだ残ってるんですけど、最近もこれ使っていて、で今ねザ・タイムアクアがリニューアルしました。なので早くこれ使い切って新しいの使いたいなって感じです。これめっちゃ好きですね。そしてこちらメディヒールです。これ全部マデカストサイドになります。ベストスキンケアでも紹介してるのかな、あと9点絶対買うべきでも紹介してるのかな。メディヒールはもうこんだけ日本に浸透する前からアイハーブで私は手に入れてるので、もうめちゃくちゃ歴が長いです。アイハーブでもうパックはこれって言ってずっと昔紹介してたと思います。12年ぐらい前から。その中でも当時はなかったこのマデカストサイドがめちゃくちゃ香りも好きだし、さっぱりしてて薬用っぽい、あと鎮静効果があるので肌荒れニキビできやすいので好きで使っていました。ちなみに残してないんですけど、ワンパッケージになってるこちらが一番高いです。美容液成分が高濃度です。もちろんこれのマデカストサイドも使ったんですけども、これはちょっとここまでは残してないです。ベタベタになっちゃうので。こっちがそれの大きい全顔バージョンがたくさん入ったタイプ、こっちはパッドバージョンがたくさん入ったタイプ、そしてこれが濃縮された美容液タイプセラムです。これもねギュッと美容液成分濃縮されてるのでめちゃくちゃいいですね。こっちはデイリー用とか拭き取り用とか部分パック用に手軽に朝も使える感じです。で最近は肌荒れがねすごい良くなってるので PDRN を気に入って使ってます。こっちのね美容液も今 PDRN を使ってます。ナンバーズイン3番です。私3番使ったことなかったんで発酵系なんですけど、使ってみてめっちゃ良かったです。なのでリールにしました。最近はねこの美容液が1本分濃縮されて入ったシートマスクも気に入って使ってます。すべすべキメケアシートマスクってあるんですけども、毛穴とかにもよくてこれからの夏の時期にもさっぱり使えてすごくいいです。はもういろいろ使っていますけども、ポアコントロールクレンジングオイルです。めちゃくちゃメイクすっきり落ちるんですけども、お風呂置きっぱなし大丈夫でした。ポンプ式で使いやすく1本でメイクすっきり、そしてオイルだけどもノンコメドジェニックっていうのがもう私にとってはすごくありがたい。ブラックヘッドまでしっかり洗浄してくれます。は大好き。あとはもうこれもね大好きで、9点で絶対買うものとかで紹介してると思うんですけども、コスワール X です。ザ・ナイアシンアミド15、高濃度ナイアシンアミドでニキビ肌荒れや皮脂抑制とかにもいいので、これからの時期もすごく重宝します。あとはラロッシュも好きです。こちらブルーのパッケージの美容液は初めて使いました。ピールケアセラム、敏感肌用の美容液です。敏感肌用なんだけどもピールケアしたいっていう方におすすめで、もうラロッシュも大体ノンコメドジェニックテスト済みなのが私は大好きです。角質、ざらつき、ごわつきとかが気になるんだけども敏感肌って方はめちゃくちゃ効果が感じやすくいいと思います。結構私もね皮脂が出るので夏に向けて角質分厚くなりがちなので、一番最初に高見さんでピールケアしたり、美容液としてラロッシュでピールケアしたりと、こういう角質ケアは必ず取り入れてます。この顎下のざらつきとかもねちゃんとケアしてればなくなります。はい、まだまだあるのでさらっといきたいんですけども、こちらカネボウさん90周年おめでとうございます。今年2026年90周年です。はい、もう朝って自分でちょっとわからなくならないようにメモしてるんですけども、カネボウクリームインデイ SPF20、 これ朝用のクリームなんですけども、めちゃくちゃバズってましたよね。すごく保湿力が高いです。油性系も入ってるので冬に使ってました。冬の朝日中乾燥しなくてすごく良かったです。アルビオンの薬用スキンコンディショナー、医薬部外品。私結婚式前はずっとこれ使ってました。結婚式なんでニキビ一つ絶対作りたくないじゃないですか。その時に使ってたぐらい大好きなスキコンです。独特なスキコンの香りがね好きです。そしてこちらベネフィークです。
資生堂さんですね。今もう使い切っちゃってないんですけども、カプセルが入っているんです。みずみずしくてすごい私の肌にぴったりでした。ほんとこれからの時期も使いやすいテクスチャー。つぶつぶの赤い粒が時間差で弾けて浸透するっていう高質エイジングケア美容液です。乾燥による小じわを目立たなくする効果が試験済みです。洗顔の後って書いてるんですけども、先行美容液みたいな感じで一番に使えるところが私は良かったですね。あとはクリニークの美容液です。ピンクの可愛いパッケージ。クリニークの人気シリーズのモイスチャーサージです。プルプルテクスチャーのね、美容液ジェルみたいなのは何回か使い切ってるんですけども、このセラムは初めてでした。敏感肌に使える処方になっておりまして、角質乱れを防いでくれる、バリア機能を高めてくれるような美容液になってます。日本人のために研究開発されたラインになってまして、なので日本人が大好きなピンクなのかな。すごく使いやすいセラムです。あとティルティルも2つ使い切ってましたね。SOS セラムとオーガニックホーバオイルです。これ両方アイハーブで買ったかも。この SOS セラムって名前がいいですよね。即座に肌荒れ改善してくれる感じ。そしてこのホーバーオイルも純粋なホーバーオイル 100% でどこにでも使えると言ったらあれなんですけども、一応顔に使えるクオリティで顔に使っていましたが、肘、膝、お尻とかそういうちょっと乾燥するざらつくところとかでもいいし、ヘアオイルにしてはちょっと重いんですけども、すごく乾燥している肌にすごく良かったです。なかなかこの量のオイル重めなんであれなんですけども、全部使い切りましたね。このボトルも可愛いですよね。そしてセンテラは最近韓国行った時にミョンドンのセンテラの路面店にも訪れたんですけども、すごく優秀な商品が多くて大好き。先ほども紹介した9点のおすすめでも紹介しています。あとサムバイミーももう何回出てくるのってぐらいリピートしてますね。AHA、BHA、PHS30 デイズミラクルトナーです。ミラクルトナーじゃない、もう言い慣れちゃってミラクルクレンジングフォームです。ニキビに悩んでる方、一度使ってみてほしいです。会えば嬉しいな。ニキビ関連でいくと、セブ島で買ったんでこっちで見かけてないんですけど、ニベアのアクネスポットジェルみたいな感じです。向こうで肌がポツって、うわ今からニキビできるぞっていうしこりができて、うわやばい、このままニキビになったら、その時セブ3週間4週間行ってたのかな、このままニキビになったらビデオ回してるのに嫌だなっていう時に慌てて買いに行ったんですよ。でニベアだしと思って、どこかわかんないブランドよりいいやと思って買ったら、すっとそのしこりとか赤みがなくなって引いたんですよ。すごいこれってなって、めっちゃお気に入り。ただこっちで売ってないので、向こう行くことがあったらまた買いたいなって感じです。そしてエストラのスプレークリームミストです。こちらもクリームミストっていうだけあって本当に乾燥しない、めちゃくちゃ保湿されるミストです。お風呂上がってすぐにも良かったし、あと日中ね、メイクしたまま化粧水するとき突っ張るのが気になっていましたが、こちらはそんなことなくてすごいお気に入り。あとはこれ無印マイルド薬用アクネ洗顔フォームです。ニキビ気になってたのでこちら買いました。お風呂でも置きっぱなしでも大丈夫でした。そして使いやすいんですが、ちょっと泡が柔らかい、泡がへたる感じ。あとサミュもね、毛穴が綺麗になるから私は好きなんですよ。こちらもね、ポアセラムなんですけども、9点おすすめとかでも紹介しています。このポア系のシリーズいいですね。そしてスキンフードのプロポリスです。プロポリスもニキビにもいいし、お肌に栄養を与えるって感じで、結構アイハーブでも人気な成分になっていて、あんまり日本のスキンケアでプロポリスって聞かないじゃないですか。なんで買ってみました。スキンフードなんで韓国にも売ってるし、いろいろ9点とかでも買えると思うんですけど、こちらはアイハーブで買いましたね。あとはハスクリーもね、結構いろんな商品使いましたね。砂漠の肌が潤うみたいな感じのイメージ。保湿力が高いなってイメージです。あとこれ2本目使い切りました。コスメキッチンで売っているトランキスのブルーアワーフェイスオイルです。ミニ 10ml です。大きいボトルはね結構高いのでミニなんですけども、 10ml でも結構持ちます。そしてちょっとだけ薄く見えてるんですけど、ブルーのねオイル、素材の香りなんですけど匂いも好きだし、肌がめっちゃ何でもしみるっていう時とか、肌トラブルがある時にレスキューで使う感じ。すごいサラサラ系のオイルです。 CBD が入ってるんですよ。 CBD 商品ねあんまりないじゃないですか日本に。これ CBD が入ってるのも
おすすめポイントですね。まさかのタイガーバーム、これは実家にありませんでした？私タイガーバーム好きでアイハーブで買ってるんですが、これとこれタイガーバームだらけ。こっちの赤いタイガーバームがもうすぐ使い切りますが、これがこっちよりかも高濃度っていうか強力なんですよ。だけどダメだね、赤だからパジャマとかに色がついちゃったり、こう爪で取ると爪に色沈したりするんですよ。ただ大好きすぎて赤もう1個ストックあるんです。未開封。これぐらいタイガーバーム好きなんですけども、これがないと眠れないっていう感じ。何に使ってるかっていうと、眠る時にこれで鎖骨と首をマッサージしながら寝ます。そしたらスーッとこのスースーする成分で眠れます。このスースー感がないと眠れないぐらい。こっちのタイガーバーム、これもね何回か使い切ってるんですけど、これがあればこれが一番いいんですよ。ただちょっと高いんですね、大きいから高いので、なんかこれがあるとね良かったんですが、この白、この小さいサイズの白がもうなくてですね、今赤いやつは色がつくからおすすめしない。こっちがちょっと高いけどこっちがいいです。で、その同じ用途で使ってるこちら、さっきオープニングにはなくて使い切ったんですけど紹介するか迷ったんですが、このねドテラのディープブルー、これも今3本目注文中で2本使い切りました。もうこれもないと眠れない。これタイガーバームなんで伸ばしにくいんですよね。なんでふくらはぎとか、私だるくて眠れない時とかあるんですよ、歩きすぎると。そういう時に湿布代わりに塗る感じです。あとこれも首とその鎖骨にいいんですけど、こっちよりかも強力にスースーします。なので痛いかも。私も皮膚によっては痛い時もあるぐらいめちゃくちゃ効果あります。だけどもうほんと塗る湿布っていう感じでふくらはぎとかにもスーッと馴染むので、もうこれもないと無理なんで3本目注文中です。ドテラって会員にならないと買えないのっていうのをよく聞かれるんですけども、会員にならなくても買えます。ただ私は会員です。一応概要欄にリンク貼っとくんですけども、なんかねいろいろ仕組みがややこしいですね。でも私は好きなやつは何回も買っちゃうので買ってますね。あとは何度も使い切っているケイトのリップモンスターなんですけども、今回03番初めて使い切りました。ずっとオレンジ系を何回も使い切ってリピしてたんですけど、この一番最初ら辺に買った03番、当時はなんか色が薄っと思ってあんまりと思って使わなかったんですが、掘り出して使うとめっちゃ良くて、最近ずっと03番です。今までビビッとしたオレンジを使ってた私にしては結構薄いんですけど、だいぶ大人になりましたし、あとこの薄さ、ベージュオレンジピンクみたいなこの色でこんだけ色持ちするってすごい、やっぱリプモンすごいってなりましたね。あとほんと中国コスメも最近優秀で、こちらジュリードールのマスカラ使い切りました。マスカラってなかなか使い切らないんですけど、これ使い切りました。コームが細いで、私こっちよりかもこっちが好き。上まつげも下まつげも細かいとこまでキャッチしてすごい使いやすいし、パンダ面にならない。おすすめ。ここまで見てる人って少ないと思うからさ、長い動画だから。めちゃくちゃ大ヒット商品が最後に来ちゃったんですけども、トゥークールフォースクールのアートクラススマッシングアンダーライナーです。これは私6番のダスクっていうカラーを使ってます。気に入りすぎてリピしました。そして最近韓国行った時に何本かまとめ買いしようかなと思ったんですけど、しかもなんかセールで安かったんですけど、最後時間なくてホテルの下のオリアンが安かったんですが、まあリピしたばっかりだからいいかと思って諦めましたが、そしてピンクっぽい色も使ってますね。だけど一番このダスクが気に入っていて、ゲットレディウィズミーとかで紹介したりしてるんですけども、目元のアンダーラインにめちゃくちゃいいです。これもうないとダメ。もうなかったらメイクが完成しないから最近は心配、なくならないか。最後はヘアケア商品です。ケラスターゼとリファです。両方名品でめっちゃ良かった。このねリファロックオイルはリピート品ですね。私が使ってるのはこのちょっと重いタイプなんですよ。今度軽いタイプを使いたい。巻き髪しっかりキープしてくれてるような気がします。そしてケラスターゼはいいお値段するのでしょっちゅうは買わないんですけど、でもやっぱりいいね。この長い髪の毛もサラッサラになる。濡れた髪にもいいし仕上げにもいいです。いかがでしたでしょうか。2026年上半期の使い切りコスメ、こちらです。使い切りコスメ今回で最後かなと思っているんですけども、また見たいよって方はコメントやいいねや再生でアクションお願いいたします。12年続けてきた使い切りコスメ再生リストにまとめています。インスタもぜひチェックしてみてください。また次回のビデオでお会いしましょう。さようなら。またねー。